どうも、トシです。いつもトシサーフエンドチャンネル見ていただいてありがとうございます。ですね、久しぶりに1年ぶりぐらいになると思うんですけど、カメラに向かってちゃんと喋ってみようかなと思って、今回してます。今回はですね、ジープ TJ のですね、タイヤを交換しまして、どんな感じだったかっていうのをちょっと動画で流そうかなと思いました。タイヤを交換しようかと思ったきっかけなんですけども、みんなで冬キャンプ行きたいねとか、雪中キャンプやってみたいとか、僕まだやったことないので、雪道をね、もし行くのに、多分今のマットタイヤでも、行けるとは思うんですけども、アイスバーンになった場合って多分ダメだと思うんですね。それを回避するには、タイヤチェーンを買うか、スタッドレスに変えるか。スタッドレスだとちょっと小さくなっちゃうのが多いので、あと、毎シーズン交換するのもね、ちょっと面倒だし。で、タイヤチェーンかなと。ピットブルのタイヤ、タイヤチェーンなんかですね、市販のものではなくて、注文しなきゃいけないんです。注文するとなると高いし、どうしようかなと。長いこと悩んでたんですけど、交換する理由としてもう一点あって、実はですね、後輪がですね、特に左側だったかな。クラックがちょっと入っていて、ラングラーのね、そのジープ系のプロショップにですね、2件ほどかな、相談行ったんですけども、2件とも同じでしたね。ロックとかオフロード好きな人だったらば、全然問題なく使えるよ。変えてもいいけど、変えなくてもいいレベルかなっていう感じの答えだったんですね。そのロックだとか川登ったりだとか、オフロードガンガン攻めてみたいな遊びをあんまりしていないので、このタイミングで、ちょっともう交換しようかなと思いました。まず最初はですね、ホイールをですね、しっかり活かしてですね、タイヤを33インチの 12.5 の17。17インチのホイールだったんで、タイヤだけ新品に交換しようと思ったんですよ、最初は。おすすめられるのが、横浜のジオランダー。金額的にも優しいですし、見た目もごつくてかっこいいんで、ジオランダーいいかなと。で、BF グッドリッチもいいんですけど、やっぱ高いですし、結構長い間悩んでいて、考えたり、海外のサイトとかも探したりとかしたんですけど、途中でですね、ちょっと気がついたんです。13.5 から 12.5 って、もちろんすごい差は出てくると思うんです。走りもそうですし、ただやっぱそのごつさちょっと自分まだ引きずってるなと。もっと大胆に変えてもいいんじゃないかなと思ってきたんです。せっかく変えるんであれば結構な金額もかかりますし、がっつり変えちゃおうかなと。TJ なのに、ちょっとどこかね、やっぱり JL だとか JK とか意識してたんだと思うんです。JL、JK にはできない TJ らしさを取り戻したいな。コンセプト的にはちょっと大人の TJ のスタイルがかっこいいんじゃないかなって。そのタイヤもホイールも含めてチェンジしたいなと。探すものとしては、PCD114.3mm、これはもう変えられないので、変えることもできるんですけど、114.3mm で合計2。この、ホイールで、しかもあとタイヤは、直径はできるだけ変えたくないなと思ったんです。あれ以上大きくすることはできないですし、これからボディリフトしたいなと思ってるんですけど、ボディリフトもしていないので、もちろんホイールもインセットとかすごく大事だとは思うんですけども、まずはね、その見栄えが大人っぽいことと、タイヤのサイズが変わらないことと、PCD や、高血だとかっていうのを変えずに、中古のタイヤを探し始めました。今回僕が選んだのが、BF グッドリッチの255の85の16インチ、マットテレーンの KM2。僕はね、実はですね、前から KM2 は結構好きでして、何がいいかっていうと、僕だけかもしれないんですけども、横から見ると、ちょっとタイヤがちょっと丸みを帯びてる感じがするんですね。他のタイヤも結構角張ってるんですけど、僕はちょっと丸みが好きで、ホイールは16インチ、4x4 エンジニアリングのブラッドレー V、信頼の日本製。カラーもちょっと大人っぽい感じ。でね、ホイールは結構皆さんね、サイズぐらいだと、15インチが多くてですね、で、肉厚、ちょっとタイヤの幅が広くて、で、オフロード走ったり、ロック行ったりとかすると、こうエアを下げて、攻めたりすることができますし、大体皆さん15インチ選ぶと思うんですけども、僕はなぜか16インチを選びました。結構多いっていうのもありますね。15インチが多いんで、ちょっとそこを避けたい。前輪だけまず1回交換して、比べてみました。やっぱりちょっと前輪のその BF グッドリッチの方が少し丸みがあって、で、タイヤのサイズはあんまり変わらない感じですね。選ぶのみんな後輪側だと思うんです。今までのやつ。
交換してやっぱこっちがいいなと思ったら変えるのやめようと思ってたんですけども、やっぱり僕は前輪のその BF グッドリッチでいいなと思って、もちろん前から見ても分かると思うんですけど、断然タイヤは細くなりました。太い方が人気あると思うんですけども、あえてちょっと細い感じにしてみました。ハンドルを思いっきり切るとギリ当たるかなっていうぐらいだったんで、個人的にはセーフだなと思っていて、このままでいいかなと思ってます。多分普通にタイヤ交換すると浅いインセットなんで、もちろんフェンダーから思いっきり中に入るのっていうのは分かってたんですけども、そこちゃんと計算すればよかったのかもしれないですけど、僕の場合計算して間違ってることの方が多いんで、実際につけてみてどんな感じにしようか後で考えようっていう、ちゃんとした計測器が持ってるはずもないので、糸を正してですね、タイヤとの差をですね定規で測るっていうアナログスタイルで、測ってみました。もちろん想定内だったんですけども、ざっくり大体 55mm ぐらい、結構ですよね、 55mm ぐらい内側にタイヤが入っちゃってる状態でした。見栄え的には55mm も入ってる一般車もなかなかないと思うんで、ちょっとダサいなと。ラバーフェンダーを外してみました。ラバーフェンダー外したらですね、大体25から30mm ぐらい入ってる感じですかね。ワイドトレッドスペーサーを取り付けてタイヤをちょっと前に出す、もしくは変わらずフェンダーだけを交換する、どっちかにしようかなとは思ってます。で、とりあえず交換してみたので、軽く試運転してみたので、その時の動画をどうぞ。今タイヤを履き替えまして、試運転含めて試運転してから増し締めしようかなと思ってるんですけど、ジープってこんなにもうちょっと乗りやすいんだって思いました。びっくりするぐらい普通になりましたね。車高の高さとかそういうのはあんまり変わってないんですけど、もうハンドルがもう軽いですし、あとタイヤのその音も全くしないですし、全くしないことはないんですけど、もう全然比較にならないですね。あんだけタイヤが細くなるだっただけでこんなに違うんだっていうぐらい、キャンプに行く時ぐらいしか、あと仕事に行く時ぐらいしかこの車乗ってなかったんで、あんまり感じてなかったですけど、多分疲れてましたね。多分僕疲れてました、タイヤで。多分これでもうほんと普通に吉牛とかいけちゃうなって。吉牛わかんないですけど、これ多分燃費も変わりますね。だいぶスムーズですもん。前のピットブルすごいかっこよかったんですけど、高速とか乗ったら本当に音全然聞こえなくて、ちょっと喋るのもちょっと大変なぐらいな時もあったんですけど、いやーいいですね。ちょっと高速とか乗ってないからわかんないですけど、もうこれ普通の車です、僕からすると。やっぱ今まではちょっと違ったんだろうな。じゃあもうちょっと引き続きタイヤについてはやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。バックウィズロックです。今日はですね、今、年末忘年会的な感じで2泊の予定でキャンプしに来ました。高速走ってみました。高速も全然ぶれないですし、今まで結構100キロぐらい行くと気持ちちょっと緊張気味に運転してたんですけど、これはもう全然普通ってわけじゃないかもしれないですけど、スイーッと走ってくれます。ちょっとした山道みたいな感じのところも走ってきたんですけど、ちょっと硬いかな。今 2.4 入ってるんで、少し抜いた方が良かったかなと思います。高速も走るし初めてだったんで 2.4 でやってみました。オフロード攻めてるわけじゃないですし、僕はキャンプ中心ですし、綺麗にされたキャンプ場だけじゃなくてちょっとオフロードっぽい感じで、今日もこんな感じですけど、やっぱりこれぐらいがちょうどいいかな。本当に静かですね。あとハンドルも軽いです。高速も安定してたんで、ちょっと当分はこれで走ってみようかな、これを使ってみようかなと思います。雪がちょっとチラチラっと降ってましたけど、ちょっと心配なんですけど、これからキャンプ2日間3日間か2泊3日、この辺ちょっとね、道もいろいろ面白そうな道もいっぱいあるんで、
ちょっと走ってみようかなと思ってます。ここねちょっと電波が届かないんで、ジープ面白いですよね。こうやってちょっと嗅いだだけでもいろいろできるし、まあちょっともしこれがね普通すぎて飽きたら、まあ前のタイヤもまだありますし、細くなって気持ちシュッとしてるんで、まあ僕の理想のザ・ TJ 大人版みたいな感じにはちょっとなったかなと思ってます。はい、ということでタイヤの交換と、試運転してちょっとキャンプも行ってきました。で、まあ、帰ってきたんですけども、良かったですね。調子良かったです。久しぶりに、カメラに向かってちゃんと喋ってるんですけども、やっぱりちょっとあまり僕喋るの苦手かもしれないですね。まあ、慣れるのかな、カメラに向かって喋るのって。こんなにね登録してくれる人たちもいるとは思ってもいらず、趣味でちょっと映像を作ってみたいなっていうところから始まってるもんで、もうちょっといっぱい上げられるようになったらいいなとは思ってます。2022年今年もどうぞよろしくお願いいたします。みんなでねなんかいい年になれたらいいなと思ってますので、あとあんまり僕こういうこと言わないですけども、まあインスタグラムだとかもう、ツイッターあんまりやってないですね。インスタグラムやってるんで、ぜひぜひフォローしてください。あと他の動画もぜひ見ていただいて、登録してもらえたら嬉しいです。なんかあれですね、なんか最初趣味で始めてたんですけど、なんかこう登録してもらえる数がちょっと増えてくるとちゃんとやんなきゃみたいな気分になるので、ちょっと励みになりますので、もしよかったら登録してもらえたら嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。